こんにちは、大峰です。今回はカラーページでの色補正について説明をしていきます。カラコレとかカラグレとかって言葉は聞いたことあると思うんですけど、まだまだダヴィンチリゾルブを始めて間がないとか慣れてないって方のために、ダヴィンチリゾルブってもうほとんど自動で色をいい感じにしてくれるような機能があるんで、今回はその機能の使い方と、あとはちょっとしたそれを補ってあげるようなチップスについて説明していきます。それじゃあ説明の方を始めていくんですが、まずこちらカラーページです。カラーページに1個だけこのサンプルの映像データを置いて、こいつを使ってこれから説明をしていきます。ダヴィンチリゾルブのこのカラーページの基本的な使い方っていうのは別の回でも紹介してるんで、今回は少しはしょっていきますけど、このカラーページでの色の修正、補正、グレーディング、そういうボロボロの作業っていうのは、この全てここにノードっていうものを並べていって、このノードに対して下の方にあるこのたくさんのツールを使って処理をしていきます。慣れるとすごい簡単だし効率的なんですけど、慣れてない方、初めての方なんかは多分これの使い方にはすごい驚かれると思うわけですよ。なので今回、お伝えしていくのが、冒頭でも話したように、そのダヴィンチリゾルブの簡単な自動色補正機能を使って色を修正するっていう方法について、解説をしていきます。まずですね、このノードを2つ並べます。こうやって今2つは左に1つ右側に1つ。処理は左からこの緑色の点を起点として、まず1つ目の処理がここで行われて、その次にこの2番目のノードに対して処理がバトンタッチされていきます。そして最終的なゴールがこの右端の緑色のこの丸いアイコンですね。ここにデータが最終的なものが行き着いて、それが最終的な色になるというふうになっているんですけど、例えばですね、これ今このサンプルの映像はすごいきちんと撮られていて、ホワイトバランスとか、あとはティントとかそういうもろもろもかなり正確に収録されています。全く問題がない映像ってことですね。だから一般的にはこういうちょっとしたコントラストとか調整するぐらいで色の修正って終わるんですけど、そうじゃなくて、仮にこの映像が撮影段階で撮影の設定ミスで、例えばこういうふうに青かったり、寒々しい映像になったりした場合、それはもうダヴィンチリゾルブでここのノードの方で、例えばこの色温度を右側にドラッグ&ドロップで持っていくと、どんどん暖色系が強くなっていくので暖かい色になっていくと。それでこうやって補正してるわけですよね。ただそういう手法がまだ使えない、慣れてない方だったらどうするかって話で、仮に撮影した映像データ、こういう色がちょっとおかしな状態になっているとしたら、まず一つおすすめ、今回のそのハイライトなんですけど、おすすめなのがダヴィンチリゾルブのこのアイコンのマウスカーソルの先にあるこれですね。自動バランスって書いているというか、この文字の出るこのアイコン、ボタンをクリックします。これを押すと自動でダヴィンチリゾルブがこの映像のなんていうかな、問題のある点を分析して、それを自動で修復してくれます。あくまでも、コントラストだったり、あとは色温度とかティントとか、そういう基本的な部分の調整だけっていう場合が大半なんですけど、これを使えば多分よほどのことがない限りは下手に手をつけるよりはだいぶ綺麗に出来上がると思うんですよ。ただこれが全て、これで全てね解決できるっていうわけじゃなくて、自動で調整はして、もらったけれども満足いく結果にならないことももちろんあります。やっぱりまだ若干色味がおかしいとか、そういう場合はやっぱりその時はダヴィンチリゾルブのこの高度な色補正を使って、そこはもう微調整、個別微調整をしてあげなきゃいけないっていうことにはなります。たださっき言ったみたいに、その初めての方がいきなりこれを使ってカラーページを使って色をいじるっていうよりは、
よっぽどいい結果にはなるので、この自動バランスって書いてあるこのアイコン、このボタンを使ってまずは自動で調節してもらって、そこからの微調整を自分でちょっとずつやっていく。で結果として、それを、使っていけばカラーページの使い方も少しずつ慣れていけるのかなと思いますので、これは初めて使う方ほど積極的に活用してもらいたいなと思います。以上です。